今日は2024年11月16日土曜日。こんにちは、日本語教師のナナです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。今日のテーマは、私がギリシャで学んだこと。日本語を勉強するときに一番大切なこと。皆さん元気ですか？1ヶ月ぶりぐらいにポッドキャストを更新します。私は1ヶ月間何をしていたのかというと、ギリシャに行っていました。ギリシャ、わかるかな？前に絶対に知らない日本語っていうテーマでポッドキャストを上げたときに、このギリシャについて話したんだけど、ギリシャは英語でグリース、ヨーロッパの南の方にある国ね。ヨーロッパの下、南には地中海があるけど、その地中海にぴょんって出てる半島、バルカン半島にあるギリシャ。中学校の時に歴史の授業で習ったかな。日本の社会の教科書に絶対あの写真があるんだよね。パルテノン神殿。みんなの教科書はどうかな？日本の教科書では絶対勉強するんだけど、ギリシャのアテネでポリス、都市国家が作られて民主的な政治が行われたんだよね。だから民主的な政治の始まりの場所で、そのギリシャのアテネとサントリーニ島っていう島に行ったんだけど、とっても遠かった。日本からは直行便がないのね。だからアブダビ、UAE のアブダビで乗り換えて、アブダビからアテネ、アテネからまた飛行機に乗ってサントリーニ島っていう超ハードなスケジュールだったんだけど、日本からアブダビまで12時間、アブダビからアテネまで5時間、そしてアテネからサントリーニ島まで1時間。本当に遠かった。ほとんど丸1日だよね。とっても遠くて疲れたんだけど、サントリーニ島もアテネもどちらもとっても良かった。サントリーニ島はね、青いドームが有名だよね。白い建物と青いドームのコントラストがとっても綺麗で、さらに海ね。本当に絵に描いたような素敵な景色で、この景色は絶対に目に焼き付けなきゃって思った。目に焼き付けるの意味は、焼き付けるってちょっと怖いけど、絶対に忘れないようにしっかり心に刻むことね。サントリーニ島、写真ではたくさん見たことがあったんだけど、やっぱり実際に見るのは全然違うね。本当に素晴らしかった。でね、サントリーニ島ももちろん良かったんだけど、ギリシャの首都アテネはね、面白かった。なんかね、ヨーロッパ
ぽい雰囲気もあるんだけど、ちょっと他のヨーロッパの国とは違う感じ。なんかアメリカっぽい感じもあるし、フィリピンっぽい感じもあるし、これただの私の感想ね。で、もちろんね、有名なアクロポリス遺跡にも行ったんだけど、すごかった。アクロポリスのパルテノン神殿。これが紀元前 BC5 世紀400年代にできたって思うと本当に信じられない。日本はその時何作ってたんだろう。弥生時代でお米を作ってたかな。日本人が一生懸命お米を作っていた時代に、ギリシャの人たちはこんな大きいものを作ってたのかって思うとすごい衝撃。それでね、私今回ギリシャに行く前に一つだけしたことがあって、それはね、簡単なことなんだけど、こんにちはとありがとうをギリシャ語で覚えたこと。私の生徒さんに5カ国語を話せる人がいるのね。その人はオーストリア人なんだけど、オーストリアの公用語のドイツ語、そして英語、韓国語、日本語、中国語、あとちょっとロシア語も話せるって言ってたかな。でね、その人がなぜそんなに話せるようになったかっていうと、その人は旅行が大好きで、よく安いチケットを買っていろいろな国に行くんだよね。でね、その時に挨拶と感謝の言葉だけはその国の言葉を覚えることが礼儀だ。本当はもっと勉強していくべきだけど、最低限少なくともこんにちはとありがとうだけは絶対覚えなきゃいけないって思ってるんだって。それがその国、そしてその国の人へのリスペクトになるから。私それがすごく印象に残っていて、だから今回ギリシャに行く前にこんにちはとありがとうございますを覚えていったのね。でもね、日本人でギリシャ語を教えてる人全然いないの。 YouTube でも一人しかいなかった。だからその人を登録してずっと見てたんだけど、ギリシャ語でこんにちははヤースス、ありがとうはエファリスト、ちょっと丁寧にありがとうございますはエファリストポリなんだけど、これだけとりあえず覚えていったのね。で、ギリシャ、サントリーニ島もアテネも観光地だし、当然 Hello, Thank you が通じるよね。でもね、その代わりに Yasis と Epharistopolis を言いまくったの。まず何か買う時とかお店に入る時に Yasis って言うじゃん。そうするとパッと店員さんの顔が変わるんだよね。すんごい笑顔で Yasis って言い返してくれたり、エファリストポリって言うとどういたしましてってめっちゃ嬉しそうに言ってくれるの。どういたしましては私は勉強してないからわからないんだけどね、多分どういたしましてって言ってくれたんだと思う。それでね、レストランでは
デザートをサービスしてくれたり、アテネのホテルではね、部屋をちょっと変えてくれたり、アップグレードってほどじゃないんだけどね、ちょっとお願いしたら希望通りの部屋にしてくれたり、別にギリシャ語で挨拶しなくても、たとえ Hello, Thank you って言っていても大丈夫だったかもしれないんだけど、でも覚えていってよかったなって思ってる。今回の経験が私にとってとってもいい経験だったなって思って、私は普段日本語教師としていろいろな国の人に日本語を教えているけど、多分全ての生徒さんたちが日本語が好きで勉強してくれてるわけじゃん。で、そこには多分リスペクトがあるなと思って、リスペクト、日本語では尊敬って言うけど、でもリスペクトを使うかな。どんな言語を勉強する時でも、その言語にリスペクトがある人って多分早く成長できるんだと思う。最初に話したオーストリア人の生徒さんもそうだよね。旅行する国に対して、好きな国に対してリスペクトがあるから勉強しようって思える。その結果上手になる。そして私も日本語を勉強してるみんなをリスペクトしたい。今これを聞いてくれてるみんなをリスペクトしたい。お互いリスペクト。日本語を勉強してくれてありがとう。やっぱり旅行って大事だね。私今回本当に久しぶりにヨーロッパに行ったのね。コロナが終わってから初めてかな。しかもギリシャは初めて行く国だったから、やっぱり初めて行く場所、初めて行く国っていろんなことを勉強できる。人間として大きくなった、成長した気がする。だからみんなもね、もし時間があったら今まで行ったことのない国に行ってみることが、もしかしたらすごくいい経験になるかもしれない。今日も最後まで聞いてくれて本当にありがとう。日本語教師のナナでした。バイバーイ。